皆さん、こんにちは。よしえです。今日も私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。元気ですか？今日は視聴者さん、見てくれている人からのリクエストに答えたいと思います。リモートワークのいいところ、悪いところについて話をします。はい。以前ね、田舎と都会のいいところ、悪いところについて話をしました。で、そのビデオとても好評だったのと、私もね、すごくいい、気に入ったビデオになりました。日本語を勉強している皆さんにとって、自分の意見を言ったり、日本語で自分の考え方を整理したりするって、すごくいい勉強方法だなと思うんですよ。なので、例えばリモートワークのいいところ、悪いところについて、自分で独り言のように喋って練習してもいいと思うし、もしくは日本語のレッスンを受けている人は、先生に今日このトピックで話してみませんかってね、提案してみるのもいいと思います。やっぱりフリートピック、フリーカンバセーションってすっごく勉強になるんだけど、何にもね、トピックがないと結構難しいですよね。なので、よかったら今日みたいなこのディスカッション、ディベートのトピックを使ってみるといいと思いますよ。はい。でね、前回の、その田舎と都会の話の時に、コメントでね、メリット、デメリットって日本人はよく使いますよねっていうコメントをもらって、そうもらったんですよ。で、確かにって私も思って、このメリット、デメリットって和製英語なんですよね。英語の本来の意味ではないんですけど、日本人が、使っている英語っぽい日本語のことを和製英語と言います。はい。で、いいこと、いいところと悪いところについて話したいときに日本人はメリットとデメリットっていう言葉を使います。でもね、これは英語だと違いますよね。advantage, disadvantage とか pros and cons とか使うと思います。はい。なので、メリット、デメリットって私はね、このビデオの中で使うと思うんですけど、本来のね、英語の意味とは違う和製英語を使っているんだというふうに思ってください。はい。では、始めていこうと思います。皆さんはリモートワークをしていますか？したことはありますか？私は2、3年前にリモートワークをしていた時がありました。それは、フルリモート、毎日リモートワークっていうわけではなくて、チームに4人いて、誰か1人はオフィスで電話の対応をしないといけなかったので、みんなで、スケジュールを調整して、半分ぐらいかなは家でリモートワークをしていました。なのでね、今日は、一般的な話と、私の経験談を元に話します。まず、いいところ、メリットですね。リモートワークのメリット。まず、一番大きいのが、通勤時間がかからないこと。時間の節約になることですね。はい。これはすごく大きなメリットですよね。皆さんは職場まで車とか電車とか自転車で何分ぐらいかかりますか？
私は会社で働いていた時は、片道30分ぐらいかかっていました。なので、往復すると1時間ですよね。はい。毎日1時間もう車を運転するだけに使っていたと思うと、リモートワークになるとその分自由な時間が増えるので、すごくいいですよね。本当にでも、私の1時間って多分少ない方かもしれないと思うぐらい、日本人は通勤に時間をかけます。例えば、東京に住んでいる人とかは、電車をたくさん乗り継いで、片道1時間ぐらいかける人は本当にね、多いんですよね。私の友達は、もう隣の県から東京の中心に通勤していて、片道1時間半かかるって言っていましたね。そう。こういう人ほどやっぱりリモートワークになるとメリットが大きいかなと思いますね。はい。で、二つ目のメリットですが、これはね、さっきの一つ目にも重なる部分があるんですが、どこでも働けるということです。はい。今ね、すごく流行ってる働き方が、ノマドワーク。例えば、海外で旅行をしながらリモートワークをする人とか、日本の中で東京の会社に勤めているけど、他の県から働くとか、そういう働き方が増えているように思います。で、私自身は家からしか働いてなかったんですけど、友達とかはね、子供が夏休みの間、東京の自宅ではなくて、北海道から働いていました。そう、子供たちは北海道で楽しく遊べるし、大人もね、仕事が終わった後に普段行けないようなレストランに行ったり、すごくリフレッシュしていましたね。そういう働き方ができるのもリモートワークのいいところですよね。じゃあ3つ目のいいところ、メリットは人間関係の悩みが減るということです。はい。これは結構フルリモート、毎日リモートの人に、よく起こることかなと思うんですが、あんまり飲み会に行かなくなるっていうふうに聞きますね。飲み会自体がコロナの後減ってはいるんですけど、やっぱり会社の後上司に飲みに行こうって言われたり、お昼ご飯の時に、同僚と一緒にランチしないといけないのがめんどくさいっていう人もいるので、こういう人間関係のめんどくささから解放されるっていうのがありますね。好きな人もいると思うので、メリットにもなるし、デメリットにもなるポイントかなと思います。はい。次。最後、4つ目。いっぱいあるんですけど、4つ目でちょっとメリットはね、終わりたいと思いますが、4つ目は集中できるっていうことですね。リモートワークを私がしていたときは、自宅でしていたんですが、電話がかかってこないので、すごく集中できたのを覚えています。会社で働いていると、もうほんと5分に1回ぐらい電話が鳴る職場だったんですよね。そう。だからその電話が鳴るたびに仕事をする手を止めて電話に出ないといけなかったので、自分がやりたいように仕事を進められなくて大変だったと思います。でもリモートワークをすると電話を取るのはオフィスに
いる人に任せられるので、すごくスムーズに仕事が進みましたね。じゃあ次、デメリット、悪いところですね、について話したいと思います。まず一つ目は、仕事とプライベートを切り分けるのが難しいというところです。これは、例えば、人によっては上司に見られていないので、ちょっとサボってしまう人もいるかもしれないですね。手を抜いて楽をしてしまう人もいると思います。もしくは反対に働きすぎてしまう。5時に仕事を終わって、もう普段だったら帰ってくださいって言われるところをついつい、通勤もないし、もうちょっと働いてもいいかなって言って残業しすぎてしまうとかね。そういうこともあると思います。はい。では、二つ目のデメリットは、コミュニケーション不足になる。職場に行かないので、誰にも会わないですよね。で、本来だったら、毎日顔を合わせて、ちょっとした雑談からコミュニケーションが取れていたけど、そういう雑談がね、なくなるので、仲良くなりづらくて、それが仕事にも影響してしまうこともあると思います。とかね、本当に隣にいる人に10秒で質問したいこととかをリモートワークだと、今話しかけていい状態かが見えないので、ちょっと気を使って聞けないとかね、そういうことも起こると思います。はい。では、3つ目。これも最後にしようと思います。はい。私の経験では、リモートワークをした時の方が太る。はい。共感してくれる人いますか？もうね、誰にも見られていないので、ついね、甘いものを食べながら仕事をしてしまったり、ちょっとね、スタバのドリンクを飲みながら、仕事してしまったりとか、もうやりたい放題家だとできてしまうので、職場に通勤するよりも太ってしまうことがよくありました。はい。どうでしょうか？皆さんの思うメリット、デメリットはどういうものがありますか？よかったらコメント欄に書いてみてください。こういうメリット、デメリットの話、他にもいろいろトピックを考えているんですが、ぜひ皆さんが話してほしいと思うリクエストがあったら教えてください。答えれるものには答えていこうと思います。はい。では、今日の動画がいいねと思った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録とインスタグラムのフォローもお願いします。また、私は Patreon というプラットフォームでメンバーシップを行っています。そちらもぜひ覗いてみてサポートしてもらえるととっても嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。